皆さんこんにちは、ガジログです。今回は Apple Watch のこの文字盤がありますが、ここにですね、自分の好きな写真や画像を貼り付けるということをやってみたいと思います。これは標準の文字盤になっているんですけども、こういったね、文字盤も設定していますし、こういったね、アストロミーという文字盤も標準で入っているんですが、もう一つですね、ここに自分の好きな画像、例えばペットの写真、そしてお子さんの写真とかね、いろんな好きな画像、ここにね、いつも表示しておきたいなっていうのがあると思いますが、それをどうやってやるのか、2つのパターンでやってみたいと思います。一つはポートレートモード、そしてもう一つは普通のね、写真のモードになります。では最後までね、お付き合いいただければと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。ではまず最初にどうやってやるかになりますが、このウォッチアプリを使ってみたいと思います。ではですね、まずウォッチアプリを開きます。そうしますと、こういったね、メニュー画面が出てきますけども、今現在入っている文字盤がこのように3種類あるということがわかります。ではどうやるかになりますが、このまず文字盤のギャラリーというところをタップします。そうしましたら、下の方を見ていただきますと、はい、来ました。このポートレートっていうのがありますので、ここをタップします。ポートレート写真がありませんとありますので、ここに自分の好きな写真を貼り付けます。どうやるかって言いますとですね、ここの写真の選択ってありますね。ここを選びます。はい。今現在はこの2枚の写真しか入っていませんので、このどちらかから選ぶということになりますが、今回はね、うちのペットになりますけど、これを選んでみたいと思います。はい。タップしますと、このようにレ点のチェックが入りまして、ここの追加というところをタップします。そうしますとね、ここに先ほどの写真が追加されました。この状態でもうすでにね、使ってもいいんですけども、ちょっとね、アレンジの方をしてみたいと思います。アレンジに関しましては、この画面上で、この下の方をね、見ていただきますと、カラーっていうのがまずありますね。ここをタップしてみたいと思います。赤をタップしますと、こんな感じになりますよと出てきました。一番左はなしになってます。そして、またデュオトーンっていうのもありましてね、全体的にこのように赤くするっていうのもありますね。そしてこのように、カラーリングをなんとなくね、自分の好きなスタイルに変更していくこともできます。ちょっとね、カラーに関しましては今回はノーマルにしていきたいと思いますので、このね、なしで今回はやってみたいと思います。いろいろ触ってみていただいて、自分の好きなね、カラーリングになるのであれば、後ほど追加の方をしていただければと思います。そしてさらになんですが、フォントの種類、時計の文字のとこ見ていただきますと、このモダンっていうところに今なっています。例えばクラシックにしますと、ここの部分が、フォントが変わってきますし、ラウンドっていうのをやりますと、丸っぽい感じにもなりますね。ここもお好きなものを選んでいただきます。今回はラウンドっていうのを選びたいと思います。そしてコンプリケーションっていうのがさらにありまして、上と下とありますね。この上っていうのは、この時計の上の部分、日付が今設定されていますので、ここをそうですね、オフか日付しかありませんので、今回は日付にします。そしてこの時計の下の部分になりますけども、いろいろな種類をそこに貼り付けることができますが、今 Apple Watch 上に入っているいろんなアプリを設定することも可能になっていますが、表示されている範囲で選ぶということになります。よく使う機能をここに貼り付けるのがいいのかなと思いますので、今回はちょっとね、天気っていうのをやってみたいと思います。そうしますと、ここにね、今、何度何%っていう風にね、表示がされました。では、この状態でいいよっていうことであれば、追加をタップします。はい。今ね、マイウォッチのところに入りましたね。ここをタップすると、一番右側に先ほど作ったポートレートの文字盤が追加されました。ではどうなっているかお見せしたいと思います。という感じになりますね。うちのペットがソファーに肘をかけている写真があったので、こんな風にしてみましたけども、いかがでしょうかね。こうするといつでもね、自分の腕に好きな画像を表示している状態になりますので、いいですよね。そしてこのコンプリケーションの下のところになりますけども、例えば今天気にしてありましたが、そうですね。例えばバッテリー残量を表示しておきたいっていうことであれば、コントロールのこのバッテリーというところをタップします。そうしますとね、このサンプルの画面のところに 100% バッテリー出ていますので、こういったね、デザインで良ければ、現在の文字盤として設定するっていうところをタップします。これで Apple Watch に反映されました。ではね、これからお見せしたいと思います。はい。71% のバッテリーというね、ことも表示されていますので、先ほどアプリで設定した通りの文字盤に変更されました。いかがですかね？こんな感じで表示されて結
構綺麗なんですよね。こうすることによってね、自分のいつもお気に入りの写真をここに表示しておくことができますので、Apple Watch でこういった時計を見るときとかね、他の通知を見るついでに好きな写真を見ることによって癒されるっていうことになると思います。ちなみにポートレートモードっていうのは、実はですね、この背景と被写体ですね、前後の立体的なこの関係を認識して、時計をこの背後にですね、貼り付けるっていう機能があるんですが、写真によってはね、やっぱりうまくいかないこともあるようですね。これをやってみないとわかりませんので、なるべく広めに撮った方がいいのかなっていう感じもします。輪郭に対して被写体がちょっとね、隙間があんまりここの上の部分見ていただくとギリギリになっているので、認識が難しかったのかもしれません。このあたりはね、ちょっとなんとか撮り直しが必要かもしれません。では続けてですね、ポートレートモードの他にもう一つね、写真を貼り付けるものがあります。このね、写真っていうところがありますね。古くからApple Watch を使っている方は、こちらのモードの方がよくご存知だと思います。ではこちらの方も設定の方やってみたいと思います。では改めて設定の方法をお見せしたいと思います。ではね、まず写真を選んでいきたいと思いますが、この下の部分見ていただきますと、コンテンツっていうところがありまして、アルバムやまたお気に入り写真ダイナミックとありますが、基本的にこの写真を選んでいただくと思います。そうしますと先ほどと同じように写真の一覧が出てくると思います。今回はこちらのね、観葉植物の方ですね、イミテーションの方を選んでみたいと思います。これで追加をします。ここに入りましたね。では次に時計の位置を選びます。被写体とちょっと重なっているっていうこともありますので、今回は下の方にしてみたいと思います。そしてですね、コンプリケーションを選ぶことができますね。時計の上の日付。このままで良ければね、今日の日付というままで OK です。そして時間の下のところにも何か追加することができますが、今は表示されていませんので、何か選んでみたいと思います。今回もわかりやすいようにバッテリーを選んでみたいと思います。そうしますとね、日付、時計、バッテリーというふうに表示されました。これで主な設定っていうのは以上になりますが、あとはカラーっていうのがありまして、例えば赤をタップすると全体的なカラーが赤みがかかった状態になります。こんな風に、あとはね、若干アレンジしていくっていう感じになりますけども、ほとんどの方は写真を貼り付ける場合は、やっぱりノーマルでいいんじゃないかなという感じはします。で、ちなみにですけども、もう少しね、この観葉植物が大きめがいいよっていうことであれば、この1枚の写真っていうところをタップします。はい。で、改めて写真を選んで、こういう風に微調整することができますね。こんな感じで、ちょっとね、時計の部分から外したいよっていうことであればね、拡大や縮小して移動させていただいて、こんな感じで良ければ完了を押します。改めて完了を押します。ここでね、ちょっと微調整の方をされてみてください。で、これで良ければなんですけども、一番下に現在の文字盤として設定っていうところがありますので、ここをタップします。これでApple Watch の方に反映されましたのでお見せしたいと思います。はい。ということになりますね。綺麗ですね。かなり高精細な写真がそのまま表示されています。こんな風にして文字盤に好きな写真を表示させることができますので、この機能を使うことによって Apple Watch がよりね、自分らしくなるっていう感じにはなると思います。で、先ほど作ったポートレートモードの方のこちらにこういう風にね、スライドさせて文字盤を切り替えることもできますので、こう滑らせる感じで文字盤を切り替えることができます。はい。というわけで今回 Apple Watch のこの文字盤に好きな画像を表示させることについてのやり方についてね、ご紹介しましたけども、まだやったこともない方いらっしゃいましたらね、やってみていただければと思います。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。